こんにちは、ドロです。皆さんは投資に興味はありますか？興味があったらどこから投資をしたいですか？このチャンネルでは中高年初心者を対象に世界の株価指数、それからコモディティ商品、金とか銀とか農業商品ですね。それからビットコインといった仮想通貨、いろんな銘柄を安く楽しく投資をして皆さんと一緒に学べるチャンネルをということで考えています。またね、もしこのチャンネル共感できるよ、応援できるよっていう方はぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日の画面ですね。日米通算安打歴代トップ10ということで年齢別になってます。もう全然投資と関係ないやんって感じですよね。今年大谷選手がね、コロナ禍ですごい、期待をくれました。日本人として世界に通じる選手ということでみんな応援してたと思います。そんなことを考えてね、ちょっとこういうデータも出してみたって楽しんでます。画面見ながら、聞いてください。今日のテーマですけども、ハイテクを売り、ハイテクを買うになってます。ダンさんのお話を普通に聞いてると、実は今、ハイテク銘柄難しい局面なんですね。ナスダックを売り、中国株を買うという内容なんです。これをね、チャートで説明をしていきたいと思います。銘柄の方言いますね。ナスダック、それからフェイスブックから中国のアリババ、テンセントになります。ポストプライムの方の方お疲れ様です。SNS もね、ある程度落ち着いてきたので、こういう YouTube の方を中心にね、していきたいなと思います。ブロガーの方が多いのでね、こうしたYouTube をする人は少ないんですけども、だからこそ自分はまた YouTube を作っていく必要があるなと感じました。こうやって仲良くしてもらえたらなと思っております。画面が終わってしまって、イチローが引退しちゃう。はい、それでは今日もよろしくお願いいたします。それでは、まずね、ニュースの方から確認していきたいと思います。Facebook の関係ですね。金曜日かな暴落があったんですね。そのきっかけとして、インスタと Facebook でシステム障害がありました。で、また、土曜日に障害が発生したということで、これをきっかけに、Facebook のユーザーが、Discord だとか、いろんなSNS の方に登録がいったみたいですね。で、これで、ナスダックが落としてしまったっていうことだそうです。ファンダメンタルはきっかけになるのでね、どこまで落ちるかっていうのはテクニカルになります。はい。まずこれが一つ。それから、次ですけども、アリババの方のニュースですね。トラックの自動運転のレベル4っていうのを開発するっていう話がありました。このレベル4っていうのがかなり高度ですね。日本で今、確か自動運転の、レベル3、ホンダがだったかな？確か。はい。なので、かなり高性能、6D と合わせていかなきゃいけないですけども、トラックの自動運転っていうことで、期待をされてるという内容になっております。このニュースを受けて、要は、ハイテクでも、今、アメリカの方では売られている感じがある。中国の方では、今までいろいろ中国自体の規制があって、売られすぎていたのが、もう底値じゃないのということで話が出てるんですね。テクニカルを見ないとわからないと思います。ここからチャートの方の話を進めていきたいと思います。それではですね、まず今日は、ナスダックをまっさらな状態にしてチャートを書いていきたいなと思います。リクエストで S&P500 があったので、それはね、別でね、ちょっとやっていきたいなと思います。今日はナスダックの方行きますね。ナスダックのこれ4時間足です。で、トレーディングビューで出しているのが、出来高というものと、ローソク足っていうのを出しております。で、前の動画とかまた見ていただければと思うんですが、まず移動平均線を出します。ここに、EMA3 というのを表示させます。見えますか？青いラインですね。はい。その次、またこれやってるとね、ほんとね、すごい時間かかっちゃう。また言っちゃった。次に、MA13 赤いのを出します。これが、前言ったように、ゴールデンクロス、デッドクロスっていう MACD の13の代わりになってます。
次、4時間足の 200MA、黄色いラインを出しました。これは、反発する4時間足の 200MA はね、FX の方でもよく言われているのが、反発地点が多いから使ってる指標になっております。まあ、どっちかというと長期目線の場合に使うことが多い。だから、どっちかというとなんか売り買いをするより、ここで反発する可能性があるな。そうですね。フィボナッチ使ってる方とかも、これ、みたいな感じですかね。僕の場合インジケーターをこの平均線の代わりに使ってるということです。それでは、ここからナスダックは、まず、サポートラインを金を重視に引いてきます。水平線ですね。はい、ここですね。これで太いですね。はい。今ちょうど、サポートされてるところで止まってますね。はい。次が、高値のサポートはここですね。ちょっと下も見ますね。ショートするかもしれないので、ここですね。はい。6本引きました。じゃあ次、上昇トレンドをちょっと引いてきます。4時間足で引けないなと思ったら1時間足とか時間を短くしてください。上昇トレンドは消そうですね。ちょっと今、押すかもしれない。ここでちょっと一回行ってこうかな。ちょっと待ってくださいね。ここです。ちょっと上がやっぱり、あれですね。登っていきそうにないような上昇トレンドですね。この方がいいかな。前も言いましたように、これ確率の問題ですからね。当たる当たらないの確率。反発してるとこ多いほど確率は高いという意味ですのでね。まず、そうですね。これぐらいにしましょう。で、下降トレンド。やっぱ今、売られてるので、下降トレンドは引きやすいですね。これ線が引きやすいということは、売られやすいんですよ、やっぱり。これそうですね。結構たくさん反発がありますね。はい。テクニカル上だと見て、売られるな。はい。ということで今、この平行四辺形見ると、というかもう売られやすいチャート形状になってはいます。なので、ダンさんはナスダックを売りと言ったのかわかんないですけど、僕が見てるのはこのテクニカル上では、ちょっと短期足で売られやすいなと感じました。もし売りをするんだったら、これ違う、こうじゃない。そうですね。そう。ちょうど今のところいいですね。ナスダックで売りで行くんだったら、この地点の 14,849 のラインは売られる可能性はあります。ショートポジションですよね。これは、難しいぞ。これはですね、最初言っていいです、結論。やらない方がいいですね。というのは、下げてくる要素は、ここまでは下げてくるかもしれないですけど、14,430 のこのラインですね。なんでかっていうと、ここの 14,300 をもし落としたらですね、これ世界的によろしくない。多分何かもっとニュースがないと、このサポートラインを割らないんじゃないかなと思います。過去で割ってるのが2021年7月19日でしょ。で、もっと言うと、これ多分ここ割ると世界ニュースになると思います。もし 14,000 この400を割ったら、日経で言うと 27,000 割るみたいなぐらいのニュースですね。このショートは、なんていうのかな。あんまり美味しいショートにならない？リスクリワード1対2にならないんですよ。僕がトレードする場合だと、1対2にするので、押すと、もう、ここで止まるだろうと思うから、ちょっと、はい、ダンさんで言うと何ですかこれ ?do nothing って言うんですか一応ここは今仕掛けてもいいけど、この1週間ぐらいでの勝負なということ。一応、アラートは鳴らちょっと待って、これアラート鳴らすのは僕、危険だなと思うとこのアラートを鳴らしたいと思います。危険信号のため、14525。今の、もしアラートが来たら、1414525作成。そうですね。ちょっと上がったら、ショートしてもいい。これは中級者以上だと思います。デイトレードとかスイングトレードをしている人はショートするのは危険だと思います。はい。それよりもこの下がってるところ、14,525を切るかどうかが問題です。はい。
すいません。あんまり僕銘柄買えとか言うわけじゃなくて、そのレベルによってですね、時間足でもっと売り買いやる人だったらこれショートでもいいと思います。という話ですね。はい。ちょっとこれ長くなっちゃう。次行きますね。Facebook 見ます。Facebook ですけど、4時間足です。ですね、これね、結構落としましたよね。金曜日から。で、また、システム障害があったので、もしかしたら、落とす可能性はあります。でも、ナスダックからすると、Facebook って時価総額4位ですよね。まあ、影響力なくはないですけど、もしナスダックが落とすんだったら、アップルも見なきゃいけない。で、Facebook 単体としてはもう一段落とす可能性はあるかもしれません。がですね、じゃあ、Facebook ショートするのかっていうと、もう結構落としてて、この水準なので、かなり短期足で見ないといけない。ちょっとアラート鳴らしてる位置がここだったですね。前はショート、もうここですもんね。僕だってロングだな。314.04 でアラート鳴らしますね。ちょっと Facebook のショートは美味しくないです。この位置。いつだ ?2021 年の4月の位置ですね。このサポートでまで落としてくる可能性はあります。でも、今のとこでも止まってるので、330のラインで、ここでも結構反発が1、2、3、4、ここでも反発して、もしかしたら今回のニュースによって落とすならここまで落とす。314。落とさないならここで止まってる可能性があります。これ日曜日の夜撮ってるので。はい。はい。で、やっぱナンバーワンのアップルを見なきゃいけない。これアップルの冷やしになってます。チャートだけ説明しますね。アップルは iPhone の13が出てるんですけど、そんなにって感じですよね。アップルが元気ないとね、怖いですね。世界経済で牽引していた人たちがちょっと、伸ばし続けてこない。だから、アップルは、この位置、ちょっと停滞するかもしれない。それでは、次、その反対というか、売られまくっちゃったもので、底値かなって言われるアリババを紹介しますね。時価総額は世界、もう落ちたのかな？さっきの自動運転のファンダも、アリババも、お山がこうできてまして、頂点は2020年の10月317から半額セールになっております。で、金曜日ですね。ライブでも、チャットでアリババって言ってる人いましたよね。8% 上がりました。よかったと思いました。買ってないけど、中国の銘柄好きなので、やっとこうちょっと買い圧力が出てきてくれた。でここでもう8月でも売りまくられて、叩かれて、でも大きい企業ですので、潰れるわけではないし、もうアマゾンのような存在だ。アリババはちょっと金曜日と思ったんですけど、ここで乗っちゃいけないなと思ってます。150のこのラインですね。アリババは欲しいですね。これロングポジションでちょっと入れますね。スカットラインをまず137に置きます。これよりも落としたらもう嫌です。伸びはわかりませんけど、サポートラインまでここですね。十分リスクリワードが1対2になります。なので、これはアラートを鳴らしますね。アリババは僕はアメリカで買うので、ドルベース、香港市場じゃなくて、アリババ中国の株なので、香港市場と、アメリカの ADR って言って、税金が安いやつ。ADR のまた解説した方がいいですかね。他のアメリカじゃない企業がアメリカで上場するときに、株式で確か税金が安くなるようなこと。151.18。下がんないかな。今週下がんないかなって感じ。もうちょっと下がって落ち着いて、ダブルボトムをつけ、走れよみたいな理想ですね。ここですね。これでも、待った方がいいですね。はい。それでは、銘柄最後にテンセントですね。テンセントはもうここで紹介してますけど、ポストプライムの方でもテンセントの銘柄いいですよっていうことをちょっと言ったんだけど、まだね、中国株アレルギーっていうか、規制があって抵抗がある。これを見ていただいている方はぜひね、チャンスだと思ってほしいなと思います。で、テンセント今440あたり、ここで買ってるので、利益が出てる状態ですので、皆さんの方には、そうですね、何回落としたかな、ここ。散々教育問題とかで
落としたりとか、規制があって落としたりとか、ゲーム機のなんか規制で落としたり、いろいろ落としてきたので、でも、ここで飛び乗るのはまだ僕も推奨できないので、やっぱり 457.6 ですね。ここでもし落ちてきたら買ってもらったら夢があるかなと思います。やっぱり中国は何をしてくるかわからないので、ファンダが強いのでね、ロスカットラインをちゃんと持った方がいいです。400切ったら大変です。僕もこれ覚悟をします。今はこの値幅だけでいくら ?4 万円ぐらい利益になってますね。25万円入れて4万円なので、まあまあのパフォーマンスです。で、利確のアラートも鳴らしていいですかね。もう一個、ここですね。528。そうですね。この528を上抜けたら利確してもいいですね。そうですね。10万円ぐらい利益になるので、はい。美味しいかなと思いますね。新興国を遊ぶ銘柄ったら怒られちゃいますけど、勉強する銘柄と、ちょっと、これはいけるんじゃない銘柄分けた方がいいかな。GMO クリック証券1ロットで12万円とかするのでどうしようもないですけどね。それでは、後半ですね、今日は実は GMO クリック証券で新商品も出てきて、ナスダックを安く売り買いができるようになったので紹介したいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、後半戦ですけども、GMO クリック証券の方で、新商品、ナスダックミニというのが出ましたので、その紹介と今日の銘柄の金額の方をね、話していきたいと思います。まず、画面の方ですけども、インフォメーションのコーナーの、株価指数のこちらですね。米国 NQ100 ミニというものになります。今までGMO クリック証券の方はナスダックが1ロット166,639円ということで、ミニっていうのがその10分の1にあたる、商品になっています。お求めやすくなってます。ただ IG 証券は確かもともとこの金額でやってたので、今まで GMO が高かったっていうことだと思うんですけどね。はい。で、推奨レバレッジは株価指数は、もともとが10倍ですので、いつも言うんですけど、証拠金を2倍入れて、最低5倍でやってもらえたらと思います。これだったら、ショートもしやすいかなと思うんです。16万円でショートって言うとやっぱりね、抵抗もあると思うんでね。あとですね、米国の方でアリババを紹介したんですけど、アリババは今回はドルベースの方で必要証拠金が3640円です。個別の方はどこだっけ、レバレッジが5倍のはずですけど、個別銘柄、これです。米国株、中国株も一緒ですね。レバレッジが5倍ですので、最低証拠金2倍入れて、このレバレッジを 2.5 倍で以下でやってもらえたらと思います。それから、中国株の方のテンセントですね。テンセント安くならないですね。今日は上がってましたけど、テンセントの方は必要証拠金が143,187円になってます。取引時間は中国、香港市場ですので、10時半から1時、それから、14時から17時という、時間になっています。レバレッジは先ほど言ったように5倍ですので、そうですね、30万近くテンセントはいるかなと思います。これも IG 証券はレバレッジコントロールがわからないので、まだおすすめできないですけど、もしかしたらテンセントはもっと安くはできるかもしれません。紹介したのは以上ですかね。必要証拠金という形でナスダック売って、中国株のハイテクを買うという形ですけど、米国のナスダックの方はね、やっぱりちょっと、売りをするのはタイミング的には難しいという判断でしたのでね、それ参考にしてもらえたらいいかなと思います。はい。今日はどうもありがとうございました。